はい、おはようございます。マスターです。なんだこの野郎って、ちょっとこんなことやってみましたけれども、いつも見てくれて本当にありがとうございます。昨日と同じ場所で撮りますけれども、ちょっと今日は、ある人にとってはとてもいい話になるだろうし、ある人にとっては僕のことが多分今日限りでこのビデオをやめてしまう人がいるかもしれません。どんな話をするかっていうと、とてもブチ切れる話をします。内容はですね、ちょっと結論から言うと、成功法則を覚えたりと教材を買ったりとかして行動してどんどん成功する人と同じように学んで成功しない人っていうのの違いっていうかっていうのを僕なりに結論を出してみたらいいと思うんですね。それなんでそういうことをするかって言ったら、やっぱり僕のクライアントでもそうですけれども、成功の方程式のなんていうんですかね、例えばマーフィーの法則だとかいろんなバインダーを持ってるんですね。でもそれでも経営が全然ダメな人がいるんですよ。もちろん僕のコンサルを受けて良くなる人はたくさんいます。ただそれ以外ね、それ以外で経営以外の問題にとても大きい問題があるんですね。あなたも知っての通り、ピラミッドってあると思うんですけれども、ピラミッドって一番どこが大事かって言ったら、どこが大事だと思います？お家があって、どこが一番大事だと思いますか？やっぱり僕が思うに基礎だと思うんですね。ピラミッドだったらそこの部分。お家だったら基礎の部分。上に大きいものが立てば立つほど、下はしっかり深く根ざさないと、上がしっかり倒れてしまうんですね、どっちかに。なので、人間でも僕は同じだと思います。だから人間のじゃあそこって一体基礎って何だって言ったら、頭、考えることとか考え方、あとはマインドセット。僕はマインドセット好きですけれども、考え方とか思い込みだと思うんですね。で、残念ながら成功法則とか本とかマーケティングってもちろん大事ですけれども、それをだけを習っててマインドセットができてへんやつはやっぱりアホです。どんだけここを勉強してもここがないやつっていうのは基本的にアホが多いです。何がアホかって言ったら、マーケティングの方法はたくさん知ってるけれども結局行動できないやつです。たくさん知ってるんです。知識もいっぱいあるんです。人にアドバイスするときは一丁前に、ああすればこういいんだよ、こうすればこうするんだよとかっていうマーケティングのプランはできるんです。でもそれ自身をその人自身ができないんです。それは別にその人が悪いんじゃなくて、それを教えないんですね。基本的に世の中っていうのは考え方とか思い込みが大事ですよっていうのは多分どこでも聞くと思います。でも考え方とか思い込みを、じゃあどういう考え方がよくって、どういう思い込みが最適で、どういう、マインドシフトというかパラダイムシフトとか大事だということをまずみんな具体的に教えないですね。なんで教えないかって言ったら、わからないからです、本人が。なのでこの思い込みとか考え方を抜かして、このピラミッドでいうとこのてっぺんばっか見てるアホはやっぱり年取ろうが年取ってまいようがアホはアホです。残念ながらね。だからまずあなたがどうして成功できないかっていうことを解明するために何をすればいいかって言ったら、自分の考え方、僕らはマーケティングとか教えるときに、あなたの一番の悩みは何って聞くんですよね。What's your problem? って言いますけれども、とりあえずあなたの悩みをたくさんノートに書いてほしいし、あなたが例えばマーケティングのプラントップのところの売り上げがいくらとか、従業員がどうだとか、マネージメントがどうだとかっていうところの数字の部分とか、経営がうまくいきますようにとかっていう部分ありますよね。その部分をなぜそれを達成しないといけないのかっていうコミットメントができてないと、はっきり言ってこれをやる理由はできませんし、要はこれができひんイコール動けません。人はイメージしたりとか具体的に決まってること、要はイメージしたりとか具体的に決まっているもの以外は基本的に心も動きません。心が動かへんし体も動かないし心も動かない。なので結局どうなるかって言ったら、あなたが
得たいその数字の結果、経営の結果、マーケティングのテストとか結果っていうのは基本的に出ません。当たり前です。行動できないんですから。で、行動しなさいっていうふうにみんな言いますけれども、じゃあどういうふうに行動したらいいんですかとかっていうバカがいるんですけれども、そんなことは自分で考えろっていう話なんですよ。そんなことをね、いちいち先生に言ってたら、先生、今おしっこ行きたいんですけれども、今おしっこいいですかって聞くと僕は一緒だと思います。だから、そんなアホなこと聞かないでください。どうやれば努力できますかなんて、それはあなた大人ですから自分で考えてください。そうじゃなくって、どういうふうに動こう。じゃあ、その動く理由、絶対人には理由がいるんです。もちろんね、うまく説明できない理由もあるでしょう。ただ、このビジネスにおいては、しっかりとした目標に対して、目的に対しての理由が絶対必要です。それを知らない限り、あなたの数字が伸びたとしても、とても一時的に伸びたとしても、なぜ自分が頑張っているのか、なぜ頑張らなければいけないのか、どうして頑張っているのか、そういう理由を知らない限りは、頑張る理由がなくなってくるから行動がやっぱり下がってきます。気持ちが下がってきます、モチベーションがね。なので、ちょっと僕のことを言いますと、僕はやっぱりすごく貧乏したから、自分の家族とか自分の知り合いとか友達とかにすごく馬鹿にされました。そいつらをはっきり言って見返してやりたい。見返してやらないと自分の気持ちが要は済まないんですね。気が済まない。なので頑張ってるっていうのが僕の本音です。それはもちろんね、クライアントさんがいるから僕は一生懸命頑張りますとか、社会貢献するようにちゃんとお金税金を納められるように頑張りますよ。それはぶっちゃけ言ってしまうけども建前です。本音は自分が王様になって上から人を見下ろして自分が偉くなったんだぞっていうことを証明したいから、僕はマーケティングを頑張ります。お金をがっちり稼ぎたいと思います。でも僕がそれの本音です。もしあなたが僕みたいにさらけ出さなかったとしても、本音の部分がなければ基本的に経営は伸びないでしょうね。残念ながらね。でもそれは僕は別に経営極めてるわけでもないし、自分もまだまだ勉強中だけれども、でも基本的になんで頑張らなければいけないとか、頑張る理由っていうのが僕にはもう完全にクリア、もう要は頭が透けてるように、もう要はクリアなんですよ。だから行動ができるんですね。戸惑いがないんです。ブレーキをすぐ外せるんです。だからもしあなたの中に何かストップしてるものがあるとするならば、今言った頑張る理由とか問題っていうのをちゃんと自分の中でくっきりすっきりクリアにしてください。クリアにするととても動きやすくなります。そうか、自分はこういうことで悩んでるのかっていうことをとても理論的にロジカルに考えることができるからしっかり動けるようになります。頑張れない人はぶっちゃけもう結論言いますけれども、頑張る理由がないだけ。これに限る。だってそうやもん。よく考えてくださいよ。同じね、本読んで同じ先生の話聞いても、なぜすぐやる人とすぐやらない人っているんですかね。なんで同じ教材学んでもすぐ結果出す人と全然結果出ない人っているんですかね。証明できます？こんなもんは僕は証明できますよ。なんでかって言ったら、その人たちは同じものを見て聞いたりしてても、要は見えない心の部分とか体の部分で結局見えないところで差が出てくるんですよ。基本的に心って見えないし、考え方って見えないですよね。さっき言ったピラミッドとかお家の基礎って見えないですよね。でも見えないところが一番重要ですよね。人っていうか世の中は全てそうだと思いますよ。見えないものにこそ真実があるんですよ。はっきり言って。でもそのシンプルな真実こそ僕は本当の成功法則だと思ってます。もしこれに反論があるんであればコメントしてください。僕はこう思います、ああ思いますっていうふうなことをコメントしてきてください。もし反論がある人はですよ。別に意見してもらってもいいですけれども、別にそれに対する答えっていうのは僕は変わりません。だってそうやもん。真実やし。だから僕はちょっと今日刺激的なビデオを送ったけれども、やっぱりそういう真実を話す人っていうのがいい品から、どうしても世の中成功できる人っていうのは少なくなってきてると思います。だからあなたが今日やるべきことっていうか、やった方がいいと僕は思うのは、もうやらんかったら成功できないですからね。やる目的とか
どうしてやらなければいけないのかっていうことをちゃんと明確にしてもらうことですね。それをしない限り、どんだけマーケティングマナーだとしても長続きしないです。気持ちが持たないからね。パッションが基本的に、パッションで情熱が。だから、あなたは基本的に見えないところ、人から見えない戦術とかね、って言いますけれども、マインドセットの部分をしっかり固めてください。そうすることによって、とても人生が知らず知らずに良くなってきますから、保証しますから、しっかり今日言ったことはやってみてほしいです。うん。嘘だと思うなら、1年後見ててほしいですね。はい。とても良くなってると思います。そんなわけで、ちょっと今日は喧嘩腰になりましたけど、いつもみたいな感じじゃなくて、でも真実やからしょうがないですからね。真実は真実として伝えないと、やっぱクレームきますから。なので、明日はですね、ちょっとまた明日というかまた違う日はね、楽しい話をしたいと思いますんで、基本的にやっぱり僕はどんな話する時でも考え方とか思い込みっていうのはとても大事だと思ってますから、そういう話中心になってきますけれども、あなたがもしですね、何か聞きたい話があればコメントとかメッセージとかでもいいんで、メールアドレス貼り付けときますんで、そっちにメッセージください。はい。別にお前の言ってることは間違いだとかっていう意見も受け付けます。僕はもちろんメールは返すかもしれないし、返せないかもしれないけれども、あなたがどんな意見を持とうとあなたの勝手ですから、しっかり意見のある人はごもごも言ってないでコメントしてきてください。はい。そういうわけで、また次回、ためにならない話をしますんで、またよかったら覗いてください。それでは今日はこれで終わっておきます。今日も一日頑張りましょう。